皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのはイタリアの医療崩壊についてです。アジアで始まったこの大きな問題ですが、当初対応に当たった日本に対しては厳しい声が欧米から上がっていました。日本の対応は非常にずさんであるといった声も珍しいものではありませんでした。しかし、現在出ている結果論からすれば、決して日本の対応というものは悪くなかったというのが、今だんだんと評価が変わろうとしています。というわけで今回のニュースはこちら。イタリアで医療崩壊が起こっています。これによる犠牲者というものもどんどんと増えているわけですが、一体そこで何が起こっているのか、そしてなぜそのようなことが起こってしまったのかというのを社会情勢から読み解いていきましょう。それではニュースをどうぞ。イタリア、医療現場混乱で感染者急増か。イタリア政府は10日、全土で個人の移動制限を発動した。9日の感染者数は9172人と、ヨーロッパで突出して感染者数が多い。理由を探ると、医療現場の混乱などいくつかの可能性が浮かび上がってくる。コンテ首相は9日、国民全員が協力して厳格な規制に対応してほしいと呼びかけた。外出を避けるよう求め、飲食店は夜間の営業を禁止した。ただし、仕事や健康上の理由での移動は認める。移動制限は4月3日まで続ける。急増した理由に上がるのが医療現場の混乱だ。イタリアはこれまでに検査を5万4000件以上してきた。感染者を確定させる狙いだったが、軽症の患者も徹底的に検査したため、病床が満杯に。医師や看護婦の不足に拍車がかかり、感染が一気に広がった可能性がある。ブルームバーグ通信は、検査をやりすぎて害を及ぼしたように見えると伝えた。無症状の人は自力で回復できた可能性があると指摘した。イタリアは EU が求めた財政緊縮策として医療費削減を進め、医療機関を減らしてきた。政府は引退した医療関係者の現場復帰を呼びかけ、軍事施設の活用など対策を急ぐ。医療現場で一体何が起こっているのか耳を疑うようなニュースも入ってきています。イタリア医療崩壊、60代以上に人工呼吸器使わず。イタリアの感染者数は9000人を超え、死者の数は世界第2位。コンテ首相は、イタリアの将来は私たちの手にある。私たちは今まで以上に責任を持たねばならないと宣言した。9日、イタリアの保守系メディア、イルジョナーレに、すべての患者に送還はできない。60代以上は無理だというタイトルで、ミラノの医師のインタビューが掲載された。医師は現在患者に行っている処置について、エイズ用の薬などを投与していますが、うまく効くかはわかりません。できることは人工呼吸器の送還です。患者の肺を休ませ、免疫が復活するのを待つだけですと話す。だが、急激な感染拡大により人工呼吸器が足りなくなっているという。これから送還する人を選択する必要があります。若い人や他に症状のない人を選びます。ニグアルダの他の大病院ではもはや送還もしません。患者が多すぎてすでに60代以上の患者には人工呼吸器さえ使えなくなっているというのだ。イタリアが医療崩壊に陥った原因は一体何であるかといえば、複合的な要因が絡まっており、これだというような一つに限定することはできません。例えば、習近平国家主席の進める一帯一路構想の中においてイタリアはその中に入っています。ですから人の交流というものも非常に盛んでした。そして普段の生活の中においても挨拶として濃厚接触するということは別に珍しいことではありません。日本人では街で友達に会ったからといっていきなりハグしたりといったことはないのですが、あちらの国においては別に握手だろうとハグだろうと、なんだったら頬ずりするようなことだって別に珍しいことではないそうです。また、そういった環境という問題の上に、さらに今回は医療に対する作戦というものも大きな問題がありました。感染者を特定するために行う検査なのですが、これを軽症者にまで広げて大量に行ったために、残念ながら軽症者についても隔離しなければならないという状態に陥りました。このこと自体は別に悪いわけではありません。問題なのはその後との兼ね合いです。例えば、大量に検査を行って大量に陽性患者が出た。それを収容するような施設なり人員なりが後ろに控えているのであれば、それ自体は全く悪いことではありません。しかし、イタリアはそうではありませんでした。この記事の中でも触れられているように、EU が求めている緊縮財政というものに対応するために医療機関の閉鎖が行われました。この記事の中で具体的な数は書かれてはいないのですが、5年間で閉鎖された医療機関というものは760。
それによって現在、医師が5万人、看護師についても5万6千人が不足しているとさえ言われています。このような医療機関の閉鎖が一体何をもたらしたかといえば、病床数の激減です。病院そのものが多く閉鎖された状況にあれば、当然のように医師も看護師もベッド数も少なくなるのは当然です。こうした社会的な流れを受けて、一番打撃を受けているのが集中治療室の数です。一般のベッド数とはまた別に集中治療室についても減っています。重症患者を受け入れるというその器それ自体が減っているのです。さらに悪いことが続きます。イタリアというのは高齢化社会が進んでいます。日本とさほど変わらないほどに高齢者が多い国なのです。今回の病気は年齢が上がっていけばいくほどリスクが上がっていきます。ですからこれまでに挙げたような複合要因というものが全て絡み合って悪い方向に進んでいきます。軽症者も含めての検査を行うことによって陽性患者の数が莫大になってしまった。しかしそれを受け入れる医療機関というものは財政緊縮政策によって大幅に減らされている。医者についても看護師についても足りないし、その上集中治療室などについても当然のように全く足りない。このような状況にあって患者の構成についてもリスクの高い高齢者の人たちが含まれている。このような悪条件がどんどんと積み重なって2つ目の記事で衝撃的な内容が続きます。もう60代以上の人たちに対する人工呼吸器を割り当てることができないというのです。今回の病気は重症化すると一体何が起こるかといえば、それは呼吸不全です。肺炎が起こった状態においては、呼吸を健全に行うことが非常に難しくなります。この健康を害した状態において人工呼吸器が使えないということが一体何を意味するかは皆さんもすぐにお分かりでしょう。人間は呼吸しなければ生きていけません。その呼吸が健全にできなくなった状態で、さらに医者が人工呼吸器をつけれないというのは絶望的な状況だと言えるでしょう。それではこのような話を前提として今日本ではどうなのでしょうか。イタリアと日本は同じように高齢化社会です。そして医療政策においてもイタリアほどではないにしろ日本もお金を割に当てるのが非常に難しい情勢になっています。そのためどこの病院においても医者にしても看護師にしても病床数にしてもギリギリの状態でやりくりしているような状態です。ですから日本においても不安だなと思う人も含めて全ての人に対する PCR 検査を行って陽性が出た人たちについては全て隔離しなければならないといったような基本方針をとっていれば、イタリアのように集中治療室は全て埋まり、それによる医療負担があまりにも現場を疲弊させ、医療崩壊を招くといったようなことが起こっていたとしても、実は全く不思議ではなかったとも言えるのです。もちろん、集中治療室のベッド数などの比較から、イタリアと日本を比べた場合、どちらの方が医療崩壊を起こすまでの耐性が高いかというのは、その違いはあります。しかし日本においても同じようなことが起こり得たということは、十分に認識しなければなりません。感染症対策というものはあくまでも結果論によって、これが良かったな、悪かったなというのが後からわかるようなのが現実です。しかし、その結果論として言えば、日本が PCR 検査を全ての人に行うというような方針を取らなかったというのは、現在においては非常に結果論としては優れた政策だったと言えるでしょう。ただし、イタリアから学ぶべきことはあります。高齢化社会の進んでいるイタリアにおいて、60代以上の人たちの命の選別が行われているこの事実から考えるに、政府はもっと高齢者の人たちに対する警戒の呼びかけというものを行うべきです。高齢者の人たちが閉鎖空間に集まるような機会というものはなるべく減らしてくださいというのを政府が積極的に広報すべきでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。